インドネシア・バリ島にははるか昔から大切に受け継がれてきた祈りの儀式があります。その名はムラスティ。それは神々と人々が一つに溶け合うような静かで尊く、そして清らかな時間です。そこにはこの世のものとは思えないほどの美しさが広がっています。今日はそんなムラスティの世界へあなたをご案内します。それでは3月の真っ白なバリ島へ行ってらっしゃい。バリ島クタの夜明け前です。夜の帳がまだ空に残る頃、ビーチへと向かいます。ここはクタビーチ。柔らかな波の音が迎え入れてくれます。空はほのかに明るみを帯び始め、海は白いリボンのような波で夜をそっとほどいていきます。誰にもせかされることのない朝がのんびりとやってくるのです。今日はムラスティの日。ムラスティとはバリヒンドゥーのお正月ネピの数日前に行われるとても大切な浄化の儀式です。人々は寺院に祀られた聖具や神の像を携え、それぞれの村の近くにある海や湖、川を目指します。その聖なる水ティルタ・アムルタはすべての汚れを洗い流し清めると信じられているのです。ここクタビーチにもまた多くの村から人々が集い、厳かに儀式が執り行われます。そんなムラスティの朝、打ち寄せる波が静かに砂浜を撫でています。バリ島クタビーチ、ムラスティの朝です。浜辺にはペンジョールが並び、風にそよぎます。ペンジョールとは長い竹をしならせて山の形を表現したバリ島の伝統的な飾り物。根元の3つのヤシの実に始まり、先端には人の形を模した装飾。天と地を結ぶこの飾りは神々がこの世に降りてくるための道しるべです。人は天地から脈々とつながる恵みで生かされている、そんな感謝を表す形です。人々が集まってきました。男性は白いシャツにウダン、女性は美しい民族衣装クバヤにその身を包み、海に向かって並び浄化の時を待っています。やがて司祭が鈴を鳴らしながら祈りを唱えると、ムラスティの儀式が始まります。人々は老いも若きも祈ります。花びらは神へつながる橋のようなもの。人は指先に花びらを挟んで祈り、その清らかな思いを天へと届けるのです。司祭はお供え物へ聖なる水ティルタをはじき、その邪気を払います。そうして神々のエネルギーを迎え、清め、つなぐための道を開くのです。砂の上には色とりどりの茶楠が並べられます。これはバリ島の伝統的なお供え物で、ヤシの葉で編まれた器に花々、果物、お米などが美しく盛られています。それは心を捧げるための聖霊の船のようなもの。神々と自然、そして祖先に敬意と感謝を届けるための形です。
やがて祈りの時間が始まります。人々はそっと腰を下ろし、手を合わせ目を閉じます。海からの風が優しく吹き抜け、お香の煙が空へと昇っていく中で、浜辺全体が祈りの呼吸を始めたかのような柔らかな一体感に包まれます。千波藩と呼ばれるこの祈りの所作は、静けさの中に深く響いています。言葉を超え、感情を超え、ただ心そのものを天へと差し出すのです。人は花びらをそっと手に取り、額と頭に触れます。それはただの動作ではなく、内なる世界をそっと撫でる行為です。それぞれの所作が一つ一つ静かに、しかし確実に一年の間に絡まった心の糸をほぐすかのように、内なる汚れをそっとほどいていくのです。祭壇が海のそばに立っています。ムラスティの日、村の寺院から運び出された聖具や神の像プラティマがここに祀られ、海の聖なる水ティルタで浄化されるのです。祈りを終えると司祭たちは立ち上がり、浜辺に座る村人たちのもとへと進みます。ムラスティの儀式で最も美しい瞬間、ティルタの授与がいよいよ始まるのです。司祭たちは金色や銀色の器から竹の棒でティルタをすくい、人々の手のひらにそっと注ぎます。人々は丁寧に手を差し出し、その水を口に含み、小指に当て目を閉じます。一口目で言葉を清め、二口目で思考を鎮め、三口目で心の奥の汚れを浄化するのです。ティルタで汚れを清めた後に、人々は米粒を受け取り、その一粒を口に含んで心に収め、数粒を額や喉元に当てます。これは神からの祝福を身に受けた証であり、祈りが届いた印。ざわめきがまるで潮が引くように収まり、清らかな静けさだけが残ります。ティルタのひとしずくひとしずく、お米の一粒一粒、神と人と自然とがひととき一つになれる、そんな時間です。村のご神体が祀られた祭壇に人々は祈りを捧げます。お供え物茶南には感謝がそっと込められます。立ち上るお香の煙を花びらと小さな傘パユンで仰ぎ、ご神体へそっと送ります。それは神々への香りの奉納。言葉ではなく風に乗せて思いを届けます。そこには静かなる敬意と美しい信仰が宿っています。人々は海へも茶南を捧げます。海はすべての始まりであり、すべての終わり。そこに祈りを返すことは、大自然に魂を委ねることに他ならないのです。やがて人々は祭壇の周囲を踊りながら回り始めます。その一歩一歩が祈りの拍。そのしなやかな舞は天と地の間で揺れる花びらのように柔らかくたおやかです。舞うということは神に語りかけること。
風にその身を任せるように祈りの心が膨らんでいきます。それぞれが向かい合ってすれ違って交差するこの舞は、此岸と彼岸、神と人が一瞬だけ交わる祝福の形です。高く掲げられた傘ティドゥンは神を守る天蓋です。その影は神々の静かな居場所となります。人々は踊り祈ります。波はそのリズムに応えるかのように寄せては返します。やがて人の列は波打ち際へと進み、寝具の縁が海にそっと触れます。聖なる神の道具は水に触れ汚れを手放し、また命を帯びるのです。ある人は身を震わせ涙を流します。祈りが極まった時、魂は境界を越え、その身は神を宿す器となるのです。ご神体が再び人々に担がれます。そして列をなし、祈りの海辺から暮らしの村へと戻っていきます。ムラスティ、それは祈りと自然と人が一つの呼吸に溶け合うとき、言葉よりも深く、風よりも静かに、ただ生きているという真実を思い出す、そんな静かな儀式なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バリ編シーズン2エピソード2、いかがでしたか？バリ島に古くから伝わる祈りの儀式ムラスティはとても神聖です。大きなお祭りの前に島の人々はお寺のご神体を清めます。それはネピの数日前のみならず、その他のお祭りの前にも催されます。この島に流れる聖なる水で神様の道具を浄化するのです。僧侶が鳴らす鈴の音が響けば、人々はそっとその手を合わせ目を閉じます。海とつながり、山とつながり、川とつながり、空とつながって感謝とともに神々をもてなすのです。砂浜に並ぶ白い列はまるでこの島に咲く清らかな花のようです。あるいは人の世界と神様の世界の間にかけられた真っ白な橋かもしれません。もしくは太陽の恵みを空にお返しするかのように輝いても見えます。人々はその恵みを心に落とし、豊かさを味わい、汚れを洗い流します。そして指先に携えた色とりどりの花びらをはじき、神々に感謝を届けるのです。そんな世にも美しい光景を祭壇の奥から黄金の色をした太陽の神様が見つめています。さて次回はバリ島のとても静かなお昼へあなたをご案内します。お午後が近づいてくる少しだけ浮き足だったバリ島です。村の集会所では怪物がその出番を待ち、訪れる儀式の予感に子供たちは顔をほころばせます。そこではどんな景色があなたを待っているのでしょうか。これからのエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth、高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。
来グッバイシティライ